っちにもなんか好意振りまいてやだそんなことしてないよ。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日はマッチアップで、出会った彼氏さんとマッチアップについてお話をしようということで何どうしたマッチアップを実際にやって、成果が私自身も出たり出なかったりする中で、おいは女の子目線でなんかもっと男子こうだったらいい、なんかもうちょっと女の子に好印象を持てるんじゃないかなって思うパターンと、彼氏側男目線で、今まで他の女の子とやり取りをしてみて、女の子ももっとこうだったら好印象なんじゃないかなっていう、ある意味マッチアップ講座をちょっと喋っていきたいと思います。おいと出会ったのはペアーズだけど、何をやってたんだっけ他に。最初は Tinder。その Tinder はさ、ある意味やりもくアプリって言われてるのは分かっててやった。知らなかった。でも有名、一番有名だと思って。周りにアプリしてる人いた？いないいない。いないの？多分女子はアプリするときに調べんの、おすすめランキングとか、アプリ性質をこう調べる中で、おいは一番初め友達がお見合いでマッチしてやったから、あと婚活が一番結構強め、無料会員の中で強めだったの。次が Wiz だったから、初めてやったの2年前かな。ペアーズほんとこの1年何内くらいで入れたみたいな感じ。じゃあでも Tinder やりました。で Tinder やってどうだった？分かんないけど質が悪いって。質が悪いっていうか、マッチはするの？マッチはめちゃめちゃする。人が多いから多分。女の子の顔は出てんの？ペアーズの方が出てるけど、出てない人も多い。出てない中でどうやってマッチするの？雰囲気で可愛い。雰囲気出てる人もいるじゃん。可愛いかなみたいな。そもそも可愛いと可愛くないであれしてないかった。何で？とりあえず別れてすぐだったから、友達欲しいなと思って。それはセフレ？それとも、違う普通の。同性じゃダメだったわけ？同性はいっぱいいるもん。異性の友達が欲しいの？経験としてね、今まで7年間付き合ってきてるから、その間のあれがないじゃん。そうか。女友達いないの？いる。身近にはいない。そうなんだ。じゃあ普通に友達探しとして Tinder やったけど、友達探しとしても質が悪いって何？質悪いっていうかやっぱ会話が楽しくない。Tinder も？ Tinder も楽しくない。なんかあっちすぐやりましょうみたいな感じにはなってこないわけ？なんない。なんないんだ。なんか会ってすぐやろうぜっていう。でもやろうぜ感はある。そうなんだ。あった。あっちから？もう会いましょうみたいな。で LINE 交換しましょう。でもあっちから全部そういう感じのちょっとエッチい言葉が出てくるの？出てくる時もある。エッチい写真も送られてくるの？はない。それはないけど。会ったことないの？なかった。怖くてこっちはさ、友達を作りたいだけだからさ。そうやって誘われてもそういう気にはならずってこと？絶対なんない。マッチした時点で顔写真はくれんの？ちょうだいって言ったらくれる人もいるし、くれない人もいる。雰囲気の方が良かったなみたいなことないわけ？ある。でも友達探しだから、一番重要視するのって距離。住んでる距離。遠いとこだと遊びに行くの大変じゃん。だから顔容姿っていうのはそこまで重要視してなかったかもしれない。じゃあ自分の趣味が合う人とか？そう。映画好きだから映画一緒に見に来てくれる人とかのとこで考えてた。男女の友情は成立するタイプ？する。自分はするけど、彼女にはしないみたいな人いるけど。すると思う。じゃあ Tinder やめました。でペアーズ次したのは理由は？また有名だったから。YouTube 見てて広告流れてきた。でもわかる。でもそのWizは知らなかったから、TVer とか見てて流れてきて知った気がする。そう YouTube は広告出ないじゃん。出ない。でも出る人からしたらさ、
やっぱその時自分がやってる何かが出てくる、うん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 なんか出てうんきやすかったんだと思う。あーでペアーズをじゃあ次してみました。それも友達探し。そうそう最初はね、どうだったペアーズ？まあTinderよりは全然楽しかった。うんマッチも全然するし、で話、まあ、面白い人っていうか、まあ、続く人もまあいる。うんうんうん会ったことないんだっけ？でもまこちゃんと付き合う正月休みに会う予定だったの。あ、そうなの？本当はね、2日か3日ぐらいに会う予定だったの？うんうんじゃあそれまでやり取りしてたんだ。してた結構してた。嫌な男え教えてくれなかったじゃん全然。いや別に教えてって言ってないもん。じゃあ会ったことあるのおいだけってこと？うんかわいそうその人。なんてなんて言って断ったの？普通に彼女できましたってしたらあっちは分かりましたってめっちゃ好意寄せてるなってのちょっとあったLINE も交換してたのじゃあ。うん嫌な男あっちにもこっちにもなんか好意振りまいて嫌なそんな男ことしてないよ。会ってみたらよかったのに。ツーリングはしたかったなって。別に行ってきていいよそんな。でも違うお友達できたから別に男のじゃあおいにしてきたのは子、友達なの？いやたまにあるさ、自分のタイプに引っかかる時あるのよ。だからしっかりしてるしてそうな見た目はしてるじゃありがとうん、だからいいねをしたんだとじゃあその何人くらいいたの？恋愛モードしてみたいなみたいな。動画を使って尋問してるかのように何人くらい？でベースは友達作りでしょ？うんうんうんテロップ入れとくね。彼氏が作ったものだ一回書かなくていいよ。けその3日の人はどっち？ツーリング。あ、そうなの？じゃあ行ったらよかったのに。でも相手の好意分かる時あるじああ、それはなしなんだ。相手も友達としてじゃないとダメ。じゃないと友情は成立しないじゃん。まあね。まっちゃんとマッチした時も別に顔はタイプってのはあったけど、別に恋愛としてそもそも使ってないからピアス、仲良くなったらいいなぐらい。でもやりとりさ、他の子も含めてだけど、どういう話をしたら好印象だなって思うわけ？キャッチボールできるかできないかじゃん。質問こっちだけで返しての回答だけ返ってきても話続かないし、イエスはノーだけね、あっちが。そうなんです。誰々さんもそうなんですかみたいな会話をしてた方が好印象ではある。絵文字とかは気にならないかも。毎回その人に合わせるからさ、絵文字とか多分。あ、そうなんだ。本当は使わなくていい派？使いたい派。あ、使いたい派なの。使いたい派だけど、じゃあ使ってない人の文字を見た時に関係性ができてない状態だと、なんか冷たいって思わない？思わない。思わないんだ。じゃあそこはいいんだね。でも顔は出してた方が本当はやっぱいい？でも自分も出してないじゃん。そうね。だから別に気にならない。雰囲気さえ分かれば。女子のスペックは自分がここのポイントは見てたかもみたいな。このこと書いてる人ちょっと嫌かもみたいなとかないわけ？実家暮らし。ああ、そうなの？なんでなんか実家暮らしは嫌だなって思ってた。いや別にお金も貯まるししっかりしてるんだろうけど、やっぱ古い人間っていうかなんか自立してない感あるっていう。いやそのお金を貯めることに対してはすごいいい選択かもしれないけど、年収はでも見ないもんね、友達作りだったら。女子がこれ乗っててマイナスはそんなにないんだ。接客業って書いてるとってなっちゃう。たまにそれは夜かなって。夜かなってなっちゃう。夜の人はダメなの？喋ってみたけど全然楽しいけど、なんか違う。接客されてる感じする。ああ、そうなんだ。相手は普通なんだろうけどさ。
で食べ方汚い人ダメなんでしょ。絶対ダメそこ一番ダメまあそれはでも写真じゃ分かんないけど、もしこうねご飯行きましょうってなった時に箸の持ち方汚いとかせめて箸の持ち方。クチャラはいいの？クチャラは頑張って直してもらえるけどさ、箸ってもうずっとその持ち方で持ってるわけじゃん、その人は。治るじゃん、なんか治んないよ。子供矯正箸みたいなやつで。それをしてくれない人もいるわけじまあね、まあでも女の子もそうだけど男の子もさ、私は実家暮らし嫌だった。ゃん。なんで？自立してないというか、料理するとか片付けするとかっていうことができてなさそう。わかんないけど男性あんまり料理する人いないじゃん、そもそも。一人暮らしならせめてだから男飯みたいなのはさ、できないとダメじゃん。言うてもずっと外食ですって人もいてたけど、友達そうだもん大体。なんかその時点でもう金の使い方もなんか、まあ一人だとその方が安いっていうパターンもあるけどね、作るより。ただ私の場合は結婚を考えてるから、結婚をした時にもし自分が具合悪くなってとか、でご飯作れません、なんかコンビニで買ってきますとか、やっぱ嫌なのよ、それが子供できたらとかも含めてね。だからあくまでも最低ライン、いろんなもの作れるってことじゃないけど、なんかレパートリー何個かはできますみたいなのがあってほしいなって思うと、実家暮らしはやっぱ微妙だなって思う。鶴岡行ってた時に出会ってる人たちはほとんど実家暮らしだからさ、でも一回も出てなくて、基本おばあちゃんとかお母さんが家のことして自分は帰ってきて食べてだけっていう人の感覚と、一回は出たことあります、一人暮らししたことあります、自分でいろんなことしましたっていう人の感覚の方がやっぱ違うなって思う。やってもらうありがたさとかもあるけどさ、なんかそういうことに関して違うなって思うから、やっぱ実家暮らしは嫌だなって思ったし、学歴は気にしない？気にしない。高卒でも、俺は高卒ダメだったんだよね、男の人。高卒のくせに本当。私は年収も見てたからだけど、高卒って書いてる人の年収ってやっぱ200400みたいな感じが多かった。そうなると話が本当に合うのかって思うわけ。でも私が逆に今度さ、その顔だけしか出してない時とか、年収はあるけど高卒です、でもおいが望む年収ベースとか話ベースに行くと大卒の人とか大学院卒みたいな人になるわけよ、男性をね。でも相手も相手で同じ学歴がいいですって書いてあるの。高卒ごめんなさいってなっちゃうやっぱ話が合わないって思っちゃうんじゃない？学歴の話じゃないけれど、やっぱある程度の会話の知識量みたいなところがあるのかなって思った。別に下に見てるとかそういうことじゃないけど、だから年収が低いから嫌だ、お金がないから嫌だっていう考えよりは、仮にお笑い芸人さんとか、夢があってそっちは頑張ってる、でもまだ身になってない、だからアルバイト生活ですとかだったら分かるんだけど、なんか別に夢も目標もなくて現状に満足してるタイプか、または文句言いながらその価格帯の人はそもそも合わないと思う、私と。だから年収が1個私の中でその線引きだったの。お金が欲しいっていう前に考え方が多分合わないなみたいな。あと身長ね身長？はい。ちっちゃいのに？何ですかちっちゃいから何ですか？何身長って？身長はやっぱ172以上は欲しいのよ。でもこれ世の女性結構あるあるだと思う。170じゃなく172以上なの？せめて170だけど、なんか170って書いてる人は170ないの絶対168とか もしかしたらそれ以下かもしれないけど、とりあえず165からの四捨五入を加えて170にするわけだから、会った時あるもん、170って書いてあって絶対嘘って。車椅子になって身長感覚わかんないけど、それでも、これを
170ないと思うけどなっていう身長の人がいたからやっぱ盛るわけよみんな、172って書いてる人は172なの。なんて書いてたかな、172って書いてたか実数何センチなの？ 3？ 3か2。なんか基本男性平均172あればいいみたいな感じがあるから、172に到達してる人はそんな別に盛らない。172って書いてある。170の人は172って書くんだよ。だから170が最低ライン。ちょっとじゃんなんか違うよな。でも仮に170って書いててもさ168だとしてもさ2センチしか変わらないじゃん。でもなんか見た目が違う。一緒だ。結婚願望あり子供欲しいくらいだよね。厳しいよ厳しい。だからタバコを吸わないが電子タバコなら OK みたいな感じがあって、時々吸うも意味わかんないし非喫煙者の前だとすいませんとかっていうのは、嘘やんって思っちゃう。そんな状況結婚したら無理なことも多いじゃん、だからそういうやつほどやめないんだなって思うからなんかもうやだやめにしてたけど。やめたじゃん。時々吸うボーイね時々吸うボーイはやめたよ。だからまあ、がっつり吸ってたけどねなんでそこちょっと嘘ついてんの？喫煙者イメージ良くないと思う。良くないっていうのは分かってる、めんどくさい。その喫煙者がどうのこうのって前言われたことがあったから。っていうこマッチした時にタバコ吸うんですかみたいな一発目にと？吸いますみたいな、でもグダグダなって喫煙者ダメなんだと思ってそこで、だからドキドキにしたの。おいいつ突っ込んだっけ？時々吸う。いや会う電話の時かな。電話の時か。まあメッセージよりは変な感じがなんないからね、電話の方が。せやね。だからでもそこはだから1000歩も譲った。タバコは一旦買われるところは今決めるのをやめようって思ったの。年収もまあいろいろ考えがあるか、だからそのタバコとかは一旦ちょっと譲れるかなっては思ってた、大変だった。もうやりたくないもうやりたくないよ。しなくていいんじゃない？まあそんなやばい30分も喋ってるマッチアップ講座なったかなこれ。なってないまあ一番はだからキャッチボールですね、会話はね、そうだね。はい。でも女性陣の写真見せてもらったけど、女性陣はもうちょっと出す写真考えた方がいいと思うよ本当に。なんか私が女性として見てもこの写真じゃマッチしないんじゃないかなっていう写真出してる人いっぱいいるからさ、それはもったいないなって思いました。ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとまたチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。